800年の沈黙を破り、デイビー一族が再び姿を現す。芍薬は王直に誘拐され、世界政府に引き渡された。皆さんこんにちは、私はシレンナです。ワンピース第1159話情報が公開されました。タイトルは運命の島です。扉絵連載はヤマトの物語が続き、花の都に戻りました。物語はナレーションから始まる。ある日、シャッキーが誘拐され、ドンマーロンが殺された。その首謀者はロックス海賊団内部の裏切り者王直であった。だが、蜂の巣の誰一人としてどうやってそんなことが可能だったのか見当もつかなかった。シャッキー誘拐の方は世界を駆け巡り、世界経済は数週間にわたり停止するほどの混乱に陥る。王直はその新聞を読んで有頂天。グロリオーサは悲嘆に暮れて涙を流す。ゴールディ・ロジャーは新聞を破り捨て、シルバーズ・レイリーはシャッキーの身を案じていた。ロックス、あの野郎、こんなことを見過ごすとは何事だ。俺がぶっ殺してやる。シャッキー。1年後、38年前のこと、フィガーランド・ガーリング星がゴッドバレーに戻る。素顔の見えない赤髪の女が彼にフィガーランド・シャムロックとシャンクスを紹介。ガーリングは2人が双子であることに驚き、可愛いものだと評する。赤髪の女は島で自分と共に暮らしてほしいとガーリングに願うが、彼はゴッドバレーはいずれ消えると言って拒む。次の瞬間、ガーリングは剣を抜き、その女を刺す。同時に多数の海軍戦艦が島へと到着。地に倒れ重傷を負った女にガーリングは言い放つ。自分の身分にふさわしい妻はすでに決められていると。実際、彼はすでに捕獲の注文を出しており、トーナメントに勝利すれば、その女は自分の妻になる手はずだったのだ。住民たちは事情もわからぬまま島を離れようとするが、海兵たちがこれを阻止。その海兵の中に、まだ若きモンキー D ドラゴンの姿があった。彼は未来の革命軍総司令官であり、ルフィの父である。ドラゴンは人を殺したくないため、襲いかかってくる者たちに麻酔弾を撃つ。任務の目的を問いただすも、上官に一括され黙らされる。場面はゴッドバレーへ向かう海軍の奴隷輸送船へ。ジニーがトーナメントの商品情報を外部へリークしている。エンポリオイ・ワンコフは戦意を失った奴隷たちに激高。一方、バーソロミュー・クマは別区画でそのやり取りを耳にし、一部の奴隷のたくましさに微笑みを浮かべる。舞台は不明な島のサイファーポール情報部施設へ移る。若きモルガンズは当時世界経済新聞の社長で、とんでもない情報を携えて到着した。今と変わらぬ装いだが、鳥の頭にはベレー帽。モルガンズは情報を載せない代わりに賄賂を払えと要求。サイファーポールの面々は抹消するぞと脅すが、モルガンズはやれるものならやってみろと一蹴。いずれにせよ、彼の目論見はその情報を蜂の巣へ流すことだった。蜂の巣の海賊たちは、シャッキーがゴッドバレーのトーナメント商品として扱われていると知り、救出のため出港。シャーロット・リンリンは他の商品我が子たちのための良い悪魔の実にも興味津々。彼女は街道に、お前にも面白い悪魔の実の力が手に入るかもなと囁く。そしてロックス、ロジャー、モンキー D ガープもまたゴッドバレーへ向け動き出す。その途上、ロックスの進路を世界政府が差し向けたハラルドの艦が遮る。命令遵守を監視する世界政府の船も近くに控えている。ロックスは酒を酌み交わし、二人きりで話そうと提案し、ハラルドは応じる。ハラルド、俺の名前には隠された部分がある。俺の本名はデイビー・ディ・ジーベックだ。じゃあロックスは本名じゃないのか？俺の一族は世界政府が長い間完全に消し去ろうとしてきた類のものだ。始祖は伝説の海賊デイビー・ディ・ジョーンズ。一族は冥界でかろうじて命脈をつないできた。良いことかはわからねえ。だが俺には子ができた。妻と子を危険から守るため、俺は二人を故郷へと送り出した。デイビーの一族を頼れと伝えてな。なるほど、身内もそして今は家族も皆故郷にいるというわけだな。ああ、その場所がゴッドバレーだ。ロックスは口ではシャッキーを救いに行くというが、真意は妻子を救いに向かうこと。ハラルドは共闘を拒み、偽りの戦闘を演じてみせて、ロックスを見逃す。そして、ゴッドバレー事件当日の迫力満点の見開きへ。商品として希少な悪魔の実などが紹介され、その一部は熊の階層で描かれる。最後の大目玉として、シャッキーが舞台に登場する。彼女はクジャの衣装を身にまとい、捕獲されてから丁重に扱われていたため身なりは清潔で健康そうだ。
司会は彼女が女ヶ島の元皇帝芍薬であると説明し、勝者が妻にするか奴隷にするかを決めるのだと宣言。観客席の天龍人は大興奮。神の騎士団の中にガーリング、若きソマーズ生、そして長髪の軍子の姿。熊の階層に出てきたベレー帽にライフルの万名家の少女は軍子の傍らにいる。すごい、美しすぎる、ソマーズ。シェパード家のために必ず手に入れろ。バカを言うな。俺が勝ったら俺専用の奴隷にするんだ。彼女は俺の妻になる。夢の中でも近寄るな、ソマーズ。軍子。あなたを手に入れた今、これで一族戦でトロフィーを手に入れられるかもしれないわ。一方ドラゴンは血の跡を追ってたどり着いた家屋の中で傷ついた赤髪の女を発見する。お願いは私の子供たちをこの島から連れ出してあいつの手に渡さないで。また檻の中には手錠をかけられた少年マーシャル D ティーチと素顔の見えない母の姿。おいでティーチ、大丈夫だからどうあっても生き延びるのよ。この話は司会者が天龍人たち全員に向けて行った最後の大発表で締めくくられる。さあ彼らを知らずして世界貴族を名乗ることなかれ。バッカニア族の一部に加え本トーナメントには超激レアの白兎がもう一丁。ついに800年ぶりの再発見。その名も DAAB 一族。ガーリング星はゴッドバレーで赤髪の女性と一夜を共にし、シャンクスとシャムロックを設けた。6年前ロキが父を殺して悪魔の実を奪い、その事件の黒幕こそシャムロックだった。ワンピースの物語はついにシャムロックの存在を明らかにした。小田栄一郎の化身ともいえるシャンクスは数多くのワンピースファンにとっての拝みであるだけでなく、その出自は謎に満ちている。早くも2018年原作が第907話に達した際、シャンクスは意外にも合意星の権力の間に姿を現した。彼は落ち着いてこう言った。話がしたい。その話以降、シャンクスの正体についてワンピースコミュニティでは2つの有力な説が広まった。一つはシャンクスが天龍人であるという説、もう一つはシャンクスに双子の兄弟がいるという説だ。物語が進むにつれてシャンクスの出自は徐々に明らかになっていった。特に2022年の劇場版レッド公開時に公式の映画設定集で初めてシャンクスの年表が明かされた。38年前のゴッドバレー事件でゴールディ・ロジャー率いる海賊団は財宝の中から偶然一切の乳児を発見した。それがシャンクスだった。その事件のもう一方の当事者がフィガーランド・ガーリング星と彼が率いる神の騎士団である。ガーリング星の髪型は個性的だが容姿は良い。さらに重要なのは合意星が赤髪のシャンクスがフィガーランド家の出身である可能性をほのめかしていた点だ。そこからシャンクスは海に流れ着いた天龍人の子孫であり、天龍人としての身分は失っているが血筋は残っているのではないかと推測される。こうして長年にわたる推測は一つの裏付けを得た。ロジャーはシャンクスを有望な後継者として育てようとしていたように見え、シャンクスも期待に苛えて最終的にヨンスベロギの一人となった。しかしフィガーランド家にとっては大きな損失だった。天龍人狩りという慣習からして、たとえ貴族同士であっても競争関係は存在し、加盟の名誉は非常に重要である。フィガーランド家はシャンクスという潜在的な後継者を失った。もしシャンクスが本当にガーリング星の息子であれば、ガーリング星の胸中は察するにあまりある。注目すべきは、ガーリング星の海賊に対する態度が著しく変化している点だ。若い頃はロジャーら海賊に向かって闘志を燃やし、率先して斧の世を挑んだが、老年になると海賊を助ける者をあざけり、さらにはゴミ以下だとまで言い放つようになった。この態度の変化は、海賊たちが彼に与えた影響が深かったことを示唆しているのかもしれない。では、ガーリング星はシャンクスを探そうとしたのだろうか。答えは肯定的であるはずだ。そのことを裏付ける別の細部が存在する。頂上戦争の終盤、シャンクスは赤髪海賊団を率いて現れ、停戦を成立させ、自らエースと白ひげの遺体の処理を申し出た。元帥戦国はこれを認め、眼蓄のある言葉を残した。赤髪ならいいだろう。当時は単にシャンクスの実力への評価と受け取られたかもしれないが、今ではその発言の背後により深い理由、シャンクスの出自が隠されていた可能性がある。海軍や世界政府の上層部の間では、シャンクスの真の身元は必ずしも秘密ではなかったのかもしれない。推測されるのは、ゴッドバレー事件の後、フィガーランド・ガーリング星が流れ着いたシャンクスの捜索を始めたということだ。
シャンクスが名を挙げた際にその出自が確認されたものの、2人は全く異なる道を歩んだ。シャンクスはガーリング星の呼びかけを拒み、やがてヨンスベロギの一角へと上り詰めた。重要な分岐点となりうるのは6年前であり、その年はシャンクスの勢力が台頭した年であると同時に、エルバフでロキが父を殺害した重大事件が起きた年でもある。両者の間に何らかの因果関係があるのか、考察の余地は大いにある。世界貴族中の名門としてフィガーランド家はシャンクスを失ってから再び子を設けたのか、あるいはシャンクス自身が双子だったのか、これらの仮説には現時点で決定的な証拠はないが、既存情報からすると一定の可能性は残る。しかし第1134話に見られる別のディテール、すなわちクローン技術の存在はより注目に値する。小田栄一郎は作品内で対称性を多用することで知られており、それは第1023話売り2つで特に顕著だった。この話では4組の酷似したイメージが提示された。サンジとキングの炎の類似、ゾロと下月龍馬下月牛丸の驚くべき類似、成長した光月桃の助と光月おでんの要望の酷似、そして桃の女の竜の姿と街道の竜の姿が胸像のように対応していることだ。第1134話でもまた一つの対象が現れ、ベガパンクとシャンクスの二重像が示された。ベガパンクはかつてエルバフ訪問時に別のクローンを見せ、話の最後に現れたシャンクスは本物のシャンクスと極めて似通っていた。これはオダが仕込んだ伏線であり、そのシャンクスが複製体や影に過ぎないことをほのめかしているのかもしれない。すなわちフィガーランド・ガーリング星がゴッドバレー事件で失った息子の空白を埋めるため、シャンクスの血統の遺伝子を用いてクローン技術で代替となる存在を作り出そうとした可能性がある。ベガパンクのクローン技術は孤立していたわけではない。マッツ解散後、この技術は偉大なる航路上で広く伝播した。ビンスモーク・ジャッジはクローン技術を用いてジェルマ66を作り上げ、ベガパンクはクローンで自身の分身やステューシー、パシフィスタを生み出した。注目すべきはパシフィスタ計画の黒幕が合意母子の一人である科学防衛武神コジェーガルシア・サターン星であったという点だ。サターン星は自らを科学者と称し、星地で様々な過激な実験を行っていた。これは合意母子内部に独自の研究チームが存在することを示唆する。実際、合意母子がベガパンクやマッツを取り込んだ際にクローン技術の革新的知見を掌握していた可能性は高い。サターン星は古代の機械開発に関わっただけでなく、イムがルルシア王国を爆撃した際に技術支援を行い、ベガパンクを直接処遇するため自ら部隊を率いたことからも、科学防衛武神という職務には相応の研究的素養が求められると推測される。サターン星の死後、その職はフィガーランド・ガーリング星が継いだ。彼が新たな科学防衛武神となったことは、彼自身が科学者としての素養を持つことを意味するのだろうか。現在我々が目にするシャンクスはゴッドバレーで失った息子への埋め合わせとして、シャンクスの血統の遺伝子を用いクローン技術で作られた新たな個体である可能性がある。このシャムロックは誕生時からフィガーランド家の後継者として扱われてきたが、一生を本物のシャンクスの影の下で過ごす運命にある。容貌は本物と極めて似ているものの、黒ひげと対峙していないため特徴的な3本の傷が顔に見られず、横顔にも痕跡がない。これは作画ミスではなく意図的な演出だ。しかしあまりに類似しているがゆえに、彼は行動時にマントで容貌を覆うことが多い。この描き方はルフィ一行が4時に初めて出会った時の場面に似ており、小田栄一郎が外見の似たキャラクターを描く際の一貫した手法でもある。フィガーランド・ガーリング星が合意母子に昇格した後、神の騎士団長の座が空席となった。その最有力候補があのシャムロックである可能性は高い。モンキー・D・ドラゴンが言及した神の騎士団の中核の剣士、そしてワンピースの結晶でほのめかされた謎の剣士の正体を合わせると、これら3者は一つに修練しうる、もう一人のシャンクスである。そして新任騎士団長としての初仕事で、シャムロックはイムが与えた転送能力を用いて再びエルバフに降り立った。なぜ再びなのか。彼らが転送を行う際の魔法陣をよく見ると、当時合意母子が用いた魔法陣と非常に類似しており、違いは5という数字がない点だけである。発動時には大量の稲妻と炎が伴う。第1の事例ではサターン星が自身を島へ転送した。第2の事例では他の4人の合意母子を聖地マリージョアから未来の島へ直接召喚した。では転送地点の座標はどうやって選ばれたのか。
仲間の存在に依存する可能性の他に、もう一つ考えられるのは、それらの地点が彼らにとって以前から馴染みのある場所であったということである。城の王座前の場面は手がかりを与えている。王座は明らかに破損し、背後の壁には戦闘の痕跡が残り、周辺は長年放棄されたかのように見える。これは6年前のロキの父殺しの惨事と関係があるかもしれず、その背後に神の騎士団がいる可能性が示唆される。エルバフはかつてジョイボーイの盟友であり、強大な力を有するため世界政府が警戒する存在だ。イムの配下で最精鋭とされる神の騎士団は、事態が最も緊迫した際に最高レベルの任務を命じられて出動する。シャムロックは周到に計画を練り、エルバフ内部に混乱をもたらしてその力を弱体化させようとしたのだ。6年前、ロキはこの陰謀に深く巻き込まれた。巨人族に伝わる伝説の悪魔の実を守るため、彼はその実を自ら食べることを選んだが、その結果として父ハラルド国王を殺害した犯人に仕立て上げられてしまった。この事件はロキと巨人族全体との対立を引き起こし、まさに世界政府が上等的に用いる分断と操縦の手口であった。混乱の最中、本物のシャンクスが間一髪で介入して懸賞金24億のロキを打ち破り、見事にヨンスベロギの一角へと名を連ね、巨人族の第4人となった。一方ロキは投獄され、シャンクスに対して敬愛と憎悪を同時に抱くが、彼が真に復讐を望む相手は幕後に潜む黒幕である。第1134話において、ロキと対話するモサもまた何らかの痛ましい出来事を経験しているように見え、ロキと同病少年の関係を形成している。しかし、その振る舞いは一種の偽装である可能性が高い。モサは自らの真の来歴を隠し、伝伝中を通じてロキに寄り添っているふりをしているが、実はロキの親族であるという線も考えられる。同時に、フィガーランド・シャムロックは再び当時の現場エルバフへとやってきた。現在のエルバフには、過去に10年間にわたって空白の100年に関わる重要人物たちが集結している。オハラの生存者ニコ・ロビン、サウロと大量の抹殺されていない文献、科学の天才ベガパンク、世界政府の掌握から何度も逃れてきたバーソロ・ミュークマとジュエリー・ボニー。そして最も重要なのは、すでにニカの姿に覚醒したモンキー・ディールフィである。ニカの秘密はエルバフでさらに明らかにされるであろう。ギア5の力は単なる奔放な戦闘力にとどまらず、未来島で合意星がほのめかしたように、巨人族とニカの間にはより深い結びつきが存在しうる。それこそが真にこわるべき力なのだ。そのため、今回フィガーランド・シャムロックは随行員を一人だけ連れてエルバフに来ている。その随行員の正体は注目に値する。下まぶたの特徴から推測すると、性別は女性である可能性が高い。小田栄一郎は女性キャラの描写にこの特徴を用いることが多いが、ジュエリー・ボニーや性別転換したトラファルガーロー、海軍のドール中将、そして第1134話に登場したサウロのジョシュ・アンジェのように、必ずしも全員がそうとは限らない。彼女は全身を包帯で覆っており、その包帯は傷の手当てというより、むしろ何らかの強大な能力を封印するためのものに見える。ひとたび包帯が解かれれば、甚大な脅威をもたらす可能性がある。フィガーランド・シャムロックの目的はおそらく世界樹である。もし世界樹が破壊されれば、巨人国は完全に滅び、ニカと巨人族のつながりも同時に断たれ、この潜在的脅威は除去されるだろう。そうして、いわばもろ神貴婚の序章が開かれるのかもしれない。以上が今回の動画の内容です。最後までご視聴いただき、本当にありがとうございます。もし、ワンピース漫画の熱心なファンであれば、ぜひ私のチャンネルを登録してください。皆さんの応援が私の動画制作の最大の原動力です。それではまた次回をお会いしましょう。